ちは。1チャンネルです。今回のテーマは、庭園。こちら、古いパソコン Windows 11アップデートシリーズ第1弾、全シリーズ概要説明だよ。シリーズはこちらだよ。第1弾が、全シリーズ概要説明。第2弾は GitHub Windows 11アップグレードのツール。第3弾 GitHub メディアクリエーションツール。第4弾 ISO の AppRaiserless DLL のファイルを削除。第5弾 USB メモリでレジスターを編集してクリーンインストール。そしてルーハスでクリーンインストール。第6弾最終回全アップデート動画見せちゃうよ。第7弾追加版古いパソコンでルーハスのセットアップファイルではアップデートができないの？サブタイトルが今頃なぜ古いパソコンで Windows 11にアップデートなの？以上が古いパソコン Windows 11アップデートシリーズのタイトルだよ。古いパソコンの Windows 10から Windows 11へのアップデートでいろんな方法があるけど、今回はできるだけわかりやすく紹介するよ。紹介するのは5パターンのアップデートおよびクリーンインストールだよ。最後に紹介しているのはこれらを応用した20通りの方法だよ。うち4本はシステム要件不適でアップデートできない動画だよ。始める前に少し事前準備ね。1つ目が随時Windows のユーザーアカウントのメッセージ。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？と表示されるけど、今回はこの表示は値の動画は無視してるよ。2つ目がインストール方法によって違うけど Windows 11のインストールファイルかルーハスで作った USB の Windows 11のインストールファイルが必要だよ。3つ目が SSD とか HDD の記録メディアのパーティーションはできるだけ事前に MBR から GPT に変更してね。ここは値の HDD がアップグレード中に破損したんだよ。原因はパーティーションかは不明だけどね。ただしこの方法でアップデートできない可能性があるかもしれないので、値はしてないけど丸ごとバックアップした方がいいよ。アップデートやインストールは自己責任で行ってね。ちなみに値のパソコンのスペックは CPU は Intel Core i5 の 3453.1GHz、 BIOS モードは UEFI で表示されてるよ。ストレージは SSD の250でパーティーションは GPT だよ。メモリは 16GB。セキュアブートが対応していないよ。TPM も対応していないよ。Windows は Windows 10のプロ。値のパソコン環境のネックはインターネットがケーブルテレビなので速度が遅いんだよ。Windows 10から Windows 11に移行するには大きく分けて2種類あるよ。1つ目はクリーンインストール。例えば0からのインストールだね。自作パソコンで初めて Windows をインストールする場合とか、Windows 11にどうしてもアップデートできない場合に行うよ。アプリケーションとか写真とか動画等のデータはクリーンインストールする場合はデータは消されちゃうよ。だからデータを他のストレージに移行するかバックアップを取る必要があるんだよ。2つ目はアップデート。これはね、アプリケーションおよびデータはそのまま引き継ぎができるよ。マイクロソフトの Windows ヘルスチェックをクリアされている場合は、この方法が自動で配信されて、感覚的にはプログラムの更新みたいで楽だよ。本当に楽だよ。手間いらず。それに10日間の間なら、Windows 10に復元ができるよ。復元作業は超簡単だよ。それでは概要を紹介します。
シリーズ第2弾の GitHub Windows 11アップグレードのツールについて。GitHub。これはね、世界中の開発者がプログラムコードやデザインデータを保存・公開できるソースコード管理サービスのことだよ。2018年にマイクロソフト社が75億ドルで買収した会社、GitHub 社が運営しているから安心かな。GitHub Windows 11アップグレードをダウンロードして回答してね。ファイルを実行すると英語で書かれた選択画面が現れるよ。上の段の Select Windows 11 ISO ファイルをクリックしてあなたが別途にダウンロードした Windows 11の ISO ファイルを指定してアップデートを選択してインストールボタンを押せばアップデートが始まるよ。完了まで30分ぐらいかな。下段がダウンロード Windows 11 ISO ファイルをクリックして日本語を選択してね。すると自動でファイルをダウンロードしてくれてアップデートが始まるよ。気がつくと画面は Windows 11だよ。ただし気がつくまでに3から4時間はかかるよ。環境が良ければ早いかもね。もちろん、この Windows 11は Windows 10へ復元もできるよ。超簡単。復元ボタンを押して復元理由を選択すると15分ぐらいで元通り。第3弾は GitHub メディアクリエーションツール。これも GitHub からメディアクリエーションツールをダウンロードして実行するよ。MCT バージョンの Windows から11を選択。もちろん、これは Windows 11のことだよ。すると MCT プリセットの Windows が出るよね。オートアップグレードを選択し実行。これだけで自動でアップデートしてくれるよ。ただし、時間がかかるよ。2から4時間ぐらいかな。その他に、Windows 11の ISO 作成、USB に作成などの選択ボタンもあるよ。第4弾は、Windows 11の ISO から AppRaiserSDLL のファイルを削除。これは、よく紹介されているけど、Windows 11のアップデートファイルをマウントして、そのファイルをコピーして、そのファイルの中のAppRaiserSDLL を削除するんだよ。インストール中の選択項目を通常と違う選択をするよ。この選択をしなければインストールは途中で中断するよ。第5弾は Windows 11のリリース前からあったアップデートではなくクリーンインストールだけど紹介するね。Windows 11の ISO を USB にダウンロードしてクリーンインストールするよ。この作業は紹介する中で一番作業に手間がかかるよ。パソコンを BIOS から立ち上げて USB から起動させる方法だよ。インストール中で Windows 11にインストールできないと画面が出たらレジストリーを追加してインストールを続行するタイプだよ。次はね、ルーハスで Windows 11の USB のインストールファイルを作り、パソコンを BIOS から立ち上げて USB から起動させる方法だよ。これもクリーンインストールだよ。第6弾、最終回、全アップデート動画、見せちゃうよ。今回は、アップデート全集で紹介した動画のみを新しく撮影して紹介するね。全部で22本あるけど、基本的には Windows 11アップデートシリーズ第2弾から第5弾の応用だよ。前編は動画の説明と後半は動画のみだよ。おまけで Windows 11の MBR のパーティーションを GPT に変える動画を載せたよ。参考にしてね。値的には GitHub Windows 11アップグレードをおすすめ。この方法だと準備は少し必要だけど、いざインストールする場合は非常に楽だと思います。第7弾、追加版以前値が古いパソコンをルーハスのセットアップファイルで Windows 11にクリーンインストールした時のことでした。その時、何気にルーハスのセットアップエグゼをクリックしたら
アップデートできたんだよね。これだったら Windows 11のインストールファイルのセットアップエグゼでアップデートできるのではと思い、何を思ったのか、セットアップエグゼをクリックしたのです。すると、なんとアップデートできてしまいましたのよ。あたいのパソコンは Core i5 の3450なので、システム最小要件の迂回アプリがないとアップデートできないんだよね。なのに、Windows 11のインストールファイルのセットアップエグゼでアップデートしちゃったんだよね。あたいのパソコンの CPU がアップグレードしちゃったのかと思えちゃいました。これは一大事、テーマを変更しなくては何でもかんでも Windows 11へアップデートってね。さすがのあたいも冷静さを失いかけたんだよね。この顛末を動画にしたんだけど、動画と話の内容がリンクしていないから注意してみてね。副題、今頃、なぜ古いパソコンで Windows 11にアップデートなの？気になることを動画にしちゃいました。数ある自販のパソコンの6割は Windows 11のシステム要件に適用していないはずだよ。そこのところを力説したつもりのお話が少しあるけど聞いてね。昔もから Windows のグレードが変わってパソコンに大きなトラブルは少ないよね。そうなら早いうちに Windows 11の洗礼を受けてアップデートを重ねれば早い時点で Windows 11へグレードアップしてよかったと思えるよ。これは値の見解です。マイクロソフトさんも CPU 屋さん、それに関わる関連会社さんも営業的思惑はあると思うけど、パソコンの恩恵を受けているあたいたちも、また皆さんも皆さんの思いを持って検討してね。以上でお話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。皆さんどうでしたか？皆様の参考になりましたか？参考になれば幸いです。皆様にお願いです。一生懸命やる気が上がるので、高評価、ご登録、ご意見、ご質問をいただけると嬉しいです。それでは次のご来場をお待ちしております。